2026年1月、アメリカ、オハイオ州クリーブランドの大学病院で、一人の男性が心停止に陥った。医師たちは蘇生処置を続けた。しかし、モニターの波形は平坦なまま動かなかった。午後11時17分、担当医は静かに言った。臨終です。その瞬間、男性の意識の中では、全く別の何かが始まっていた。白い光に包まれた廊下のような空間、遠くから聞こえる。誰かの声、そして、自分の体を上から見下ろしている。確かな感覚。男性は後に、こう語っている。あれは夢じゃなかった。むしろ、目が覚めてからの世界より、ずっとはっきりしていた。この証言は、決して特別なものではない。1986年から2026年までの40年間にわたり、一人の精神科医が同じ問いを繰り返し続けた。あなたは死の瞬間、何を見ましたか？彼が追跡調査した患者の数は、3847名に上る。病院が違っても、国籍が違っても、年齢が違っても、患者たちの語る内容には、ある共通点があった。そして、もっと奇妙なことがあった。普通、記憶は時間とともに薄れていく。脳の仕組みとして、それは当然のことだ。しかしこの医師が発見したのは、全く逆の現象だった。死の淵から戻った患者たちの記憶は、10年後、20年後になっても、薄れるどころか、より鮮明に、より具体的になっていた。脳科学の常識を完全に裏切る結果だった。医療スタッフたちも首をひねった。説明できない、という言葉が、カルテの端に何度も書かれた。では、この現象は一体何を意味するのか。なぜ、忘れるべき記憶が、逆に深く刻まれていくのか。それを理解するためには、まず、この医師がこの研究を始めるきっかけとなった。ある、事故の前の話を知らなければならない。1986年、ある一人の精神科医が小さなノートを開いた。そこに最初の患者の名前を書き込んだ。その瞬間、彼はまだ知らなかった。このノートが40年という歳月をかけて3847人分の証言で埋め尽くされることを、そして医学の常識を根底から覆すことになるとは、夢にも思っていなかった。医師の名は、ジェームズ・ホリス。アメリカ中西部の、決して大きくはない総合病院に勤める、ごく普通の精神科医だった。専門は、死別後の心理ケア。患者の多くは、大切な人を失い、悲しみの中に沈んでいる人たちだった。彼自身は、当時、臨死体験というものを、ほとんど信じていなかった。それは、脳が死の恐怖から自分を守るために作り出す、一種の幻覚に過ぎない。そう教科書に書いてあったし、そう教わってきた。だから、患者が死の淵で光を見た、と語るとき、彼は丁寧に、しかし内心では懐疑的に、その言葉を受け止めていた。転機は、1986年の秋だった。一人の男性患者が、手術台の上で心停止を経験した。蘇生処置が施され、奇跡的に生還した。その男性が、意識を取り戻してすぐに言った言葉が、ホリス医師の胸に深く刺さった。先生、私はあそこにいました。確かに、いたんです。男性の目には、涙が光っていた。恐怖の涙ではなかった。むしろ、その瞳には、言葉では表現しきれないほどの、静かな確信があった。ホリス医師はその日のうちに、患者の証言を細かくノートに記録した。特別な理由があったわけではない。ただ、何かが気になった。その、何か、を言葉にすることがまだできなかった。しかし3ヶ月後、別の患者が全く同じような体験を語った。そのまた半年後にも、また一人、証言の内容が恐ろしいほど似ていた。光、暖かさ、身体の外から自分を見下ろす感覚、そして戻らなければならない。という、抗いがたい力、偶然とは思えなかった。ホリス医師は決意した。これをきちんと記録しよう。データとして積み上げよう。感情ではなく、事実として向き合おう。それが、40年にわたる追跡調査の始まりだった。彼はまだ気づいていない。この研究が、自分自身の、意識、という概念を、完全に書き換えることになると、ホリス医師の記録は、静かに始まった。最初の一人、そして、次の一人、一つ一つの証言を、丁寧に書き取っていった。その中で、
ある共通したパターンが浮かび上がってきた。患者たちは口を揃えて言う。気がついたら、天井の近くにいた。と、自分の体が、眼下にあった。医師たちが慌ただしく動き回っていた。機械音が鳴り響いていた。しかし、自分はそれを、まるで別の場所から眺めていた。痛みはなかった。恐怖も、なかった。ただ、静かな、澄み切った意識だけがあったという。これは、いわゆる、臨死体験、と呼ばれる現象だ。医学的には、脳への酸素供給が途絶えた際に生じる幻覚として説明されることが多い。しかし、堀水氏はそこに、どうしても割り切れない疑問を感じていた。幻覚というのなら、なぜここまで具体的なのか、なぜ、患者それぞれの証言が、細部まで一致しているのか。ある女性患者は、手術中に自分の体を上から見下ろしながら、医師の一人が左ポケットにペンを2本刺していたことを覚えていた。手術室に入った時には意識を失っていたはずなのに、別の男性患者は、廊下を歩く看護師の会話の内容まで正確に再現した。彼の病室からは、その廊下は見えない場所だった。これらの証言は、ただの夢や幻覚では説明がつかない。脳が生み出した映像であれば、そこに正確な外部情報が含まれるはずがない。しかし堀水氏が記録した事例には、そうした検証可能な情報が繰り返し登場していた。意識は肉体の中にだけ存在するのではないのかもしれない。そんな考えが少しずつ彼の中に根を張り始めた。そしてもう一つの謎があった。時間が経てば経つほど証言が薄れていく患者がほとんどいなかったのだ。通常の記憶は時間とともに曖昧になる。これは脳科学の基本だ。だが、臨死体験の記憶は違った。むしろ、年を経るごとに、より鮮明になっていく患者が続出した。まるで、その記憶が、脳、ではなく、別の何かに刻み込まれているかのように、堀水氏は、ゲージをめくる手を止めた。次に待っていたのは、さらに説明のつかない報告だった。暗闇の先に現れる、光の記憶。暗闇の中に、光があった。堀水氏が記録を読み進めると、ある共通のパターンが浮かび上がってきた。臨死体験をした患者の多くが、同じ描写を繰り返す。暗いトンネルの中を、吸い込まれるように進んでいった。その先に、言葉にならないほどの光があった。これは、一人や二人の話ではない。3847名の証言の中で、このトンネルと光の描写は、驚くほど一致していた。国籍も、年齢も、宗教も、全く異なる患者たちが、誰とも示し合わせることなく、同じ景色を語る。堀水氏は最初、これを脳の酸素不足による幻覚だと考えた。医学的に説明できる範囲の現象として、整理しようとした。だが、ある証言が、その解釈を揺るがした。50代の女性患者の記録だった。心停止から蘇生した直後、彼女はこう語った。トンネルの先で、母に会いました。母親は、10年前にすでに亡くなっていた。それだけなら、記憶の中の幻影と片付けられたかもしれない。しかし問題は、別のところにあった。彼女は、母親の隣に、見知らぬ老人が立っていたと言った。温かく微笑んでいる。その老人が誰なのかわからなかったと。退院から数ヶ月後、家族が古いアルバムを整理していた。そこに写っていた一枚の写真を見た彼女は、顔色を変えた。この人です。トンネルで見た人は、この人です。写真の人物は、彼女が生まれる前に亡くなった、祖父だった。会ったこともない。写真で見たこともない。それなのに、なぜ、堀水氏はファイルを閉じることができなかった。同様の証言は、他にも複数存在した。生前に一度も会ったことのない肉親を、光の中で認識した、という報告が、脳の記憶から呼び出すことが、論理的に不可能な顔を、患者たちは、確かに見ていた。トンネルは、ただの暗闇ではなかったのかもしれない。光は、ただの幻覚ではなかったのかもしれない。そして、先に行った人たちは、本当にそこで、待っていたのかもしれない。堀水氏の調査は、さらに深い領域へと踏み込んでいく。次に問題になったのは、教会、だった。生と死の、その狭間に存在するという、ある一点の記憶、教会、その言葉を、堀水氏は特別な意味で使う。生でも、死でもない、その、どちらでもない場所。患者たちが語る記憶の中に、
繰り返し登場するある瞬間があった。それは決断の瞬間だった。戻るかどうか決めなければならなかった。そう証言した患者は3847人の中に実に1200人以上いた。割合にして3人に1人。これは偶然と呼べる数字ではない。教会には共通した描写があった。まず、光がある。眩しいが痛くない。暖かいが熱くない。そして静寂がある。音がないのではなく、すべての音が溶け込んでしまったような深い静けさ。患者たちはそこで立ち止まっていた。いや、正確には立っているという感覚すらなかったという。ただ、存在しているという感覚だけがあった。その場所で誰かに呼びかけられたと語る患者は多い。声ではなく、意志のような何か、言葉ではなく、感覚として伝わってくる問いかけ。まだやることがあるか、戻りたいか、それともこのまま進むか。堀水氏が注目したのはこの問いの存在だった。強制ではない、命令でもない、あくまでも本人の意思を問う形式をとっている。これが患者たちの証言に一貫して現れていた。ある患者はこう言った。戻ることを選んだのは子供の顔が浮かんだからです。でも不思議なことに後悔はありませんでした。進むことも戻ることもどちらも正しいと感じていた。別の患者はこう語った。怖くなかった。むしろ穏やかだった。ただまだ終わっていないと思った。この穏やかさという感覚も証言の中に繰り返し登場する言葉だった。死の間際にいるはずなのに恐怖がない。医学的に説明するなら脳内物質の分泌による鎮静効果とも言える。しかし堀水氏はそこで止まらなかった。問題はその後だった。この教会の記憶は時間が経つほど薄れるどころか輪郭が鮮明になっていった。脳の仕組みと正反対の現象、そして教会を体験した患者の多くがもう一つの共通した記憶を持っていた。人生の全てが見えたという記憶。堀水氏が次に向き合ったのはその前景だった。人生の前景。堀水氏が次に向き合ったのはその言葉だった。患者たちは口々に言った。全てが見えたと。それは比喩ではなかった。幼い頃の朝の光、母親の手のぬくもり、忘れていたはずのある夏の午後、そういった記憶が一瞬のうちに広がったという。まるで人生という本のすべてのページが同時に開かれたかのように、堀水氏はこの現象を生命の前景体験と呼んだ。医学的にはライフレビューとも呼ばれる。しかし患者たちの証言はそれ以上のものだった。単に記憶が蘇るのではない。その場面の中にいるすべての人の感情が自分のものとして感じられたというのだ。自分が誰かを傷つけたとき、その相手が感じた痛みを自分が受け取る。自分が誰かを助けたとき、その相手が感じた温かさを自分が味わう。これは罰でも報酬でもなかった。ただ、すべてを知るという体験だった。堀水氏が追跡した3847人のうち、この前景体験を報告したのは620人を超えていた。そしてその多くが共通してこう言った。怖くなかった。と、むしろ深い静けさがあったと、裁かれているのではなく、ただ、見守られているような感覚があったと。医師としての堀水氏は、この証言に慎重でなければならなかった。臨死状態における脳の活動が、記憶の再生を引き起こす可能性は否定できない。しかし、問題はその質だった。通常の記憶の再生は断片的であり、感情は薄れていく。ところが前景体験の記憶は、時間が経つほど詳細になった。色が鮮やかになる。声が聞こえるようになる。感情がより深くなる。これは脳の忘却の法則と完全に逆行していた。堀水氏は問い続けた。なぜ消えるべき記憶が育っていくのか。その答えはまだ出ていなかった。しかし、一つだけ確かなことがあった。前景を見た患者たちは、生きることへの向き合い方が変わっていた。恐れが減り、つながりを求めるようになった。人生の意味を外ではなく、内に探すようになった。そしてその変化は、何十年経っても消えることがなかった。堀水氏が次に問わなければならなかったのは、境界を越え、
前景を見た後に戻ってきた人たちのことだった。彼らは何を持ち帰ったのか。教会の向こうを見た人たちは戻ってきた。しかし、戻ってきた瞬間は決して穏やかではなかった。心臓が再び動き始めた瞬間、モニターのアラームが止まった瞬間、医療スタッフが息を飲んだ。その瞬間、患者たちは別の場所から引き戻されていた。堀水氏が記録した証言の中に繰り返し登場する表現がある。引っ張られたという感覚だ。光の中にいたのに突然重くなった。暖かさの中にいたのに急に冷たくなった。そして気づいたら自分の体の中にいた。多くの患者が蘇生した直後泣いていた。安堵の涙ではなかった。戻ってきたことへの戸惑いの涙だった。ある患者はこう語った。先生、私はもう大丈夫なのですかと聞かれました。でも私が感じたのは大丈夫という言葉では説明できない何かでした。医療スタッフの反応は様々だった。蘇生に成功したことを喜ぶ者、患者の言葉に戸惑う者、そしてただ静かに患者の目を見つめる者。堀水氏自身も最初の頃は戸惑っていたという。患者が光を見たというたびにどう応じればいいのかわからなかった。医師として科学的に説明しようとした酸素不足による幻覚かもしれない。脳が極限状態で生み出したイメージかもしれない。しかし、ある患者の言葉がその解釈を揺るがした。先生が蘇生を始める前に、私は天井の近くにいました。先生の白衣の背中が見えました。左の肩に小さなシミがありました。堀水氏は確認した。シミはあった。その場所に正確に意識を失っていた患者が見ることのできない角度から見ていた。これは一件だけの話ではなかった。3847人の中に同様の証言が何度も現れた。医療器具の配置を正確に述べた患者、医師の会話の内容を再現した患者、廊下で起きていた出来事を描写した患者、体から離れていたはずの意識が情報を持ち帰っていた。堀水氏はここで立ち止まった。科学はこの現象にまだ答えを持っていない。しかし患者たちは何かを持ち帰っていた。それだけは確かだった。そして持ち帰ったものは記憶だけではなかった。彼らの生き方そのものが変わり始めていた。臨死体験を経た後、患者たちの生き方は静かに、しかし確実に変わっていった。堀水氏が40年間の記録を振り返った時、最も印象的だったのは体験そのものではなかった。それは体験の後に起きた変化だった。死の淵から戻った人々は元の自分には戻れなかった。戻ることを望まなかった。例えば、ある50代の男性は心停止から蘇生した後、20年勤めた会社を辞めた。理由を聞かれると、彼はこう答えた。あそこで見てきたものと比べたら、肩書きも給料も意味を感じられなくなった。別の女性は、家族との関係が変わったと語った。以前は些細なことで言い争いが絶えなかった。しかし体験の後、怒りが湧かなくなった。あの光の中では、誰かを憎む気持ちが完全に消えていた。戻ってきた時、その感覚だけが残っていた。堀水氏の記録によれば、3847人の追跡調査のうち、約 78% の患者が体験後に価値観の大きな転換を報告していた。競争への執着が薄れた。物質的な豊かさへの関心が下がった。代わりに、人とのつながりや自然の美しさへの感受性が高まった。これらの変化は一時的なものではなかった。5年後も10年後も変化は持続していた。通常、人の性格や価値観がこれほど劇的に変わることはない。心理学では、成人の性格は比較的安定していると言われている。それが、臨死体験を境に根本から書き換えられていた。家族にとっても、その変化は驚きだった。ある患者の妻は、こう話した。夫が帰ってきた時、同じ顔なのに、別の人みたいだった。でも、以前より穏やかで、優しかった。患者自身も、自分の変化に戸惑うことがあった。何かを置いてきた気がする。そして何かを持ち帰った気がする。堀水氏はこの証言を何度も聞いた。置いてきたもの、恐怖、怒り、比較、嫉妬、持ち帰ったもの、静けさ、愛、そして
死への恐れのなさ。死を経験した人が死を恐れなくなる。これは偶然ではないと、堀水氏は考えた。彼らは何かを確かに見てきた。そしてその何かは、科学の言葉ではまだ説明できない。しかし、変化は現実だった。生きる姿勢が変わり、人間関係が変わり、世界の見え方が変わった。次に問われるのは、この変化の正体だ。科学は、幻覚、と呼ぶ。しかし、幻覚がここまで人の人生を変えるだろうか。この問いが、科学と霊性の境界線へと、私たちを導いていく。科学は、臨死体験を、幻覚、と定義する。酸素不足による脳の誤作動、エンドルフィンの大量放出、側頭葉への異常な電気刺激。これらの説明は、確かに説得力を持つ。しかし、堀水氏はその答えに、どうしても納得できなかった。なぜなら、幻覚には決定的な特徴がある。それは、時間とともに曖昧になることだ。夢を見た翌朝、細部はすでに霞んでいる。強烈な幻覚体験でさえ、記憶は薄れていく。それが、脳という器官の本質的な働きだ。ところが、臨死体験は違った。3847名の追跡調査を通じて、堀水氏が繰り返し確認したのは、時間が経つほど証言が鮮明になるという、脳の法則に反する現象だった。10年後、20年後、40年後、語られる言葉は、より具体的になっていた。光の色、声のトーン、そこで感じた感情の質感、どれも、薄れるどころか、研ぎ澄まされていくようだった。これは、通常の記憶のメカニズムでは説明がつかない。科学の枠組みが、ここで静かに揺らぎ始める。一方で、霊性の視点はこう語る。あの体験は、意識が肉体の外側へと出た証拠だ。と、魂が存在し、死の瞬間にそれが解放される。そしてその記憶は、脳ではなく、より深いところに刻まれている。だから薄れない。だから時間とともに、より鮮やかになっていく。どちらの立場も、現時点では完全な証明ができない。科学は反証できず、霊性は実証できない。しかし堀水氏は、どちらかを選ぶことよりも、もっと重要な問いに気づいていた。この体験を経た人々の人生が、なぜこれほどまでに変わるのか。死への恐怖が消え、他者への愛が深まり、物質的な価値観が根底から覆される。幻覚にそこまでの力があるだろうか。科学と霊性は、長い間、対立する概念として語られてきた。しかし、この体験の前では、その境界線が意味を失い始める。堀水氏が40年かけてたどり着いたのは、どちらが正しいかという答えではなかった。それは、この体験が人間に何かを伝えようとしている、という確信だった。そしてその、何かの正体こそが、次に明らかになる。堀水氏は、40年間この問いと向き合い続けた。3847人の患者たちの声を、一つ一つ丁寧に記録してきた。そしてその歳月の末に、彼は一つの結論を静かに口にする。私は、死が終わりではないと信じている。それは信仰から来た言葉ではない。証拠から来た言葉でもない。3847の体験が、同じ方向を指し示していたという。ただそれだけの事実から来た言葉だった。彼が最も心を動かされたのは、患者たちが体験後に示した変化だった。死への恐怖が消えた。他者への思いやりが深まった。物質的な豊かさへの執着が薄れた。そして多くの人が、あの体験があってよかった、と語った。幻覚が、人の人生をそこまで根底から変えるだろうか。堀水氏はそう問い続けた。もし本当にただの脳の誤作動であれば、なぜ人はそこから、愛を持ち帰るのか。なぜ皆が、同じものを見るのか。科学はまだ、その問いに完全には答えられていない。しかし、問いそのものが、何かを示唆している。2026年の今もなお、世界中で同じ体験の報告が続いている。医療技術が進化するほど、蘇生する人の数は増え、証言の数も増えていく。データは積み重なる一方だ。そしてその一つ一つの証言の中に、共通して流れているものがある。それは、恐怖、ではなく、安らぎ、だった。光、であり、ぬくもり、であり、迎えられる感覚、だった。堀水氏はこう言う。死は、終わりではないかもしれない。それがたとえ証明できなくても、
3847人がそれを生きて伝えに戻ってきた。あなたは、この事実をどう受け取るだろうか。答えは、まだ誰にもわからない。ただ一つ確かなことは、この問いが、私たちに、今をどう生きるか、を静かに問いかけているということだ。